度目の裁判、ハンナちゃんが死んで残ったのは7人。こんなのいつまで続くんだろう。で、誰がお嬢をやったわけ？それをこれから明らかにするんですよ。んなことは分かってんだよ。自白してくれる人はいないのか、そう言いたいのね。犯人がいたとしてすると思うのかしら。そんな展開にはならないんでしょうね。ならやっぱりみんなで話すしかないよ。何があったのか、そして誰が犯人なのかを。話し合いの結果、何が待っているのかはわからないけど、今は前に進まないと。では、起こったことを整理しましょうか。今回の被害者は当のハンナさん。被害者はゲストハウスで発見されたみたいですね。ええ、それについては私から説明した方がいいかしら。まだきちんと見ていない人もいるでしょうしね。死体が発見されたのは屋敷の外れにあるゲストハウスよ。そのうちの一つのサラマンダーのはね。死体は部屋の中で首を吊られた状態で発見された。死因は間違いなく窒息死よ。間違いなくってそんな簡単に断言していいのかよ。私はお医者様や検視官じゃないから詳しくはわからないけど、でも首にはしっかりとロープの跡が残っていたわ。強い力で首が締まったとなれば、それが死因だと考えるのが妥当な推理じゃないかしら。ハンナさんの身に何が起こったのでしょうか。もしかしたら犯人なんていなくて事故だったりした可能性はないでしょうか。なわけねえだろ。どうやったら事故で首吊れるんだよ。あら、小さな可能性でも否定できないのであれば検討すべきじゃないかしら。例えば自殺だった可能性とかもね。つかこんな状況、誰かが殺したに決まってんだろ。他殺だよ、他殺。ハンナちゃんがどうやって死んだのか、死体の状況から言って少なくとも否定できそうな可能性が一つある。ハンナちゃんのこともう一度詳しく思い返してみよう。死体が発見されたのは屋敷のそのうちの一つ。死体は部屋の中で首を吊られて間違いなくて、私はお医者様やけ。でも首にはしっかりとロープの跡が残っていた。強い力で首が締まったとなれば、それが死因だと考えるのが妥当な。ハンナさんの身に何が起こったのでしょうか。もしかしたら犯人なんていなくて事故だったりした可能性はないでしょうか。それはおかしいよ。いや、メルルちゃん、事故はないと思うんだ。今回の状況、たとえ偶発的な事故だったとしても、ハンナちゃんだけはありえないと思う。確かにパッと見は自殺か、もしくはそう思わせようと偽装した殺人事件に見えますよね。けどなんで事故だけはありえないんだ。ハンナちゃんの死が事故ではない理由、それはハンナちゃんの魔法を思い出して。ハンナちゃんの魔法は浮遊する魔法。もしも何かの事故があったとしても、ハンナちゃんなら体重がかかる前に窒息死を防げるはずだよ。でもお嬢でしょ。どんくさそうだし、魔法を使う前に首がピュンとかありそうじゃね。そうかもしれないけれど、それでも私は桜庭エマの意見に賛成ね。そもそもあの体勢で事故に遭ったというなら、ロープに首を吊るそうとしていたはず。どんな状況であれ事故だったとは思えないわ。ハンナちゃんが自分から縛られる趣味でもあったなら事故かもしれないけどね。でもどう考えてもあの死体は自殺、もしくはそう思わせようとした他殺、そのどちらかでいいと思うわ。私としては自ら命を絶った線も追いたいけどね。あいつが自殺したってのか。ええ、だって現場の状況がそう言っているもの。改めてそれについて少し話しましょう。僕は寝込んでもいたし、みんなの話をよく聞いて置いていかれないようにしないと。エマさん、
皆さん議論の流れを邪魔しないように詳しい説明を控えていることがあります。もし疑問に思ったことがあったら遠慮なく聞いておきましょうね。推理のヒントになるお話が聞けるかもしれません。ありがとう、メルルちゃん。ハンナちゃんが発見された時の様子からしてあれは首吊り自殺よ。現場にはロープもあったし踏み台になるようなものもあった。それにさっき議論した通りハンナちゃんは浮くことができたわ。ハンナちゃんは踏み台なんて使わなくても自分で縄をかけれたのよ。まああえて言うなら多少部屋の中が荒らされていたことは不自然といえば不自然かしら。でも自殺するぐらい錯乱していたならハンナちゃんがやったとしても不自然ではないわね。これらは全てハンナちゃんの自殺として説明できること。この事件ゲストハウスにはそれ以外何もおかしなことは起きてないと思うけど。マーゴちゃんの主張はハンナちゃんの自殺。でも本当にそうなのかな。注意深く話を聞いてみよう。ハンナちゃんが発見された時の様子からしてあれは首吊り自殺よ。現場にはロープもあったし踏み台になるようなものもあった。それにさっき議論した通りハンナちゃんは浮くことができたわ。ハンナちゃんは踏み台なんて使わなくても、まああえて言うなら多少部屋の中が荒らさでも自殺するぐらい錯乱していたならハンナちゃんがやったと。これらは全てハンナちゃんの自殺として説明できること。この事件ゲストハウスにはそれ以外何もおかしなことは起きてないと思うけど。不自然なことはないって言うけど事件には大きな不自然があったはずだよ。あら、それは何かしら。その現象について説明をお願いしてもいいですか、エマさん。事件にあった大きな不自然、それはこれだよ。不自然も何も明らかにおかしいよ。僕たちが見つけた時ハンナちゃんがいたゲストハウスは燃え上がっていたんだ。ハンナちゃんによる自殺ならそんなことありえないはずだよ。そうかしら。自分の死体を見られたくないから燃やしてしまおうとした。中から放火するなんていじらしい乙女心じゃないかしら。いや、そんなわけはないんだ。あの火事がハンナちゃんの自殺を否定している証拠、それはこれだよ。それはこれは何かが燃えた焼け跡だよ。アリサちゃんが言うには火元はこの痕跡のあった場所、ゲストハウスの外らしいんだ。ああ、間違いねえよ。あの焦げ方、火元は間違いなくそこだ。保証するがあれは外から火をつけられたもんだぞ。そうだったのね。知らなかったわ。確かにそれは不審な点と言えるわね。自殺の線が完全に消えたとは言えないけど明らかな不審火なのは確かだわ。少なくとも放火犯はハンナちゃんの死体がそこにあると知っていたんでしょうね。つまりその人が殺人犯の可能性が高いってことですよね。確かにそうかもしれないわね。つかさ、それならやっぱ怪しいやついるじゃん。そこんとこちょっと話そうよ。放火って言ったら簡単にできるやつがいるじゃん。そいつなら火なんてつけ放題っしょ。てめえ、うちがやったって言ってんのか。だって一番怪しいんだから疑うのは当然じゃん。あんただったら好きなタイミングで火を燃え上がらせることだってできるわけだし、燃やして証拠隠滅しようと思ったって簡単にできんのはあんたしかいねえんだよ。それとも勝手に燃え上がったとか言うわけなことあるわけないじゃん。燃える時間を自由に調整できるほど器用じゃねえよ。しかし現場には燃やしたくなるほどの重要な証拠があったということなんでしょうか。でもそんな証拠本当に残されていたのかしら。何にせよ
部屋が燃え尽きなくてよかったです。メルルちゃんの言う通り、証拠が燃えなくてよかった。エマさん、死体の状況を考えるとさっきの話に違和感がありませんか？違和感？それって、もしハンナちゃんが他殺ならみんなの話と食い違う部分があるのかも。放火って言ったら簡単にできるやつがいるじゃん。そいつなら火なんてだって一番怪しいんだから疑うのは当然じゃん。あんただったら好きなタイミングで火を燃え上がらせることだってで燃やして証拠隠滅しようと思ったって簡単にできんのはあんたしかいねえんだよ。それはおかしいよ。待って、ココちゃん。犯人は本当に証拠隠滅が目的だったのかな？どういうこと？証拠隠滅が目的じゃないって。首絞めた後で改めて念入りに炎でとどめ刺そうとしたとか？いや、そういう意味じゃなくて、もし証拠隠滅のために放火したとしたら、それは自殺とかじゃなくて、ハンナちゃんを殺した犯人が存在したってことだよね。だとしたら、犯人はどうして死体を首吊り死体に偽装なんてしたんだろう。犯人はハンナちゃんを自殺に見せかけるため首吊りに見える状況を作った。でも証拠隠滅のために放火するなら、そもそもあんな工作する必要ないんじゃないかな。言われてみれば確かにそうかも。でもだとすると、どうして火をつけたんでしょうね。中は燃やしたくないけど外は燃やしたかったとか？確かにあの火の回り方、最初から全焼させようとしたならちょっと違和感はあるんだよな。その他の可能性としては、放火と殺人は別々の犯人によるものだったとかですかね。その可能性もありそうね。殺人犯と放火犯の2人による別々の意図があったのかもしれないわ。2つの出来事に関連はあるんでしょうか。そもそもハンナさんが死んだ時間もわからないですし、殺人と放火を結びつけちゃっていいんですかね。ああ、それならハンナちゃんが死んだ時間ね。それなら大体の見当はついてるわ。本当ですか？ええ、まず間違いなく深夜でしょうね。私たちの外出が禁止されている時間の。そうなんですか？その理由詳しく聞きたいです。いいわよ。昨日あの部屋サラマンダーの間では私たちが魔法の実験を行っていたの。魔法ですか？ええ、ここにはいろいろな本があるでしょ。少しずつだけれど文字を解読して読めるようになってきたの。だからアリサちゃんとココちゃんに協力してもらって魔法の実験をしていたの。一人じゃできないことだったからね。マジで迷惑。つっても放っておいてなんかやべえことになっても困るからな。うちは見張りとして宝生についてったんだ。ただのヨタ話だとは思ってたけどな。あら、魔法が存在するのよ。本の内容が本物でも不思議じゃないでしょ。まあ実際はな、もう来なかったけどね。あら、どうかしら。もしかするとそれがハンナちゃんの命を奪ったのかもしれないわよ。知らないうちに未知の効果を発動していたとか、良くないものを呼び寄せてしまったとかね。呪いみたいなことあるわけ？それはともかく、昨日の夜私たちはあの部屋で魔法の実験をしていたのよ。だからハンナちゃんはその時点であの部屋にはいなかった。そしてその後もあの部屋には入れなかったのよ。入れなかった？何があったの？昨日の晩、実験を終えて部屋に戻ろうとした時、偶然看守と鉢合わせたの。さて、そろそろ戻りましょうか。たく、くだらねえことに付き合わせやがって。私たちがドアを開けて出た時に、ちょうど看守がゲストハウスの鍵をかけに来たみたい。
もう少し出るのが遅れていたら危うく閉じ込められるところだったかもしれないわね。看守さんの鍵ですか。鍵ね。なあ、それってさ、前みたく看守が関わってんじゃね？もしかしてまだ疑ってます？私たちのこと。疑惑を向けられていると思ったなら弁明したらいいんじゃないかしら。はあ、まあそう言われると思って対策はしておいたんですよ。対策？看守の顔をよく見てください。あの目の部分、監視カメラになってるんですよ。はあ、ずっと私らのこと見張ってるってこと？いえいえ、あくまでも録画してデータを残しているだけです。常に見ているわけではありませんよ。ただそこには監視視点での映像が記録されています。なのでこうして何かあった時振り返ることができる。つまり昨夜消灯前に殺害現場の鍵は確かにかけられました。そして朝に火災が発生するまで鍵は開けられていなかった。それを映像で証明できるということです。なるほどね。昨晩サラマンダーの間の鍵は確実にかけられたというわけね。ええ、しっかり鍵をかけていましたよ。あら、そうなるとおかしいわね。昨日の晩うちらがいた時は誰もいなかった。ということはその後も誰も入れなかったということでしょうか。つまり密室殺人ですね。密室なんて実際は存在しないわ。だって現に当のハンナは中で殺されているのだから。それを解き明かすのがミステリーの醍醐味なんです。密室というのは謎を暴いてこその密室なんですよ。なら話し合いましょう。昨夜一体何が起きていたのか。その机上の密室を解体するために。昨日の晩、私はアリサちゃんとココちゃんに協力してもらって魔法の実験をしていたわ。私は無理やり付き合わされただけなんですけど。うちだってそうだよ。その結果ハンナちゃんが死んでしまった。もしかするとこれは魔法の実験のせいかもしれないわね。きっと呪いが彼女を殺したのよ。呪いなんてそんなもんあるわけねえだろ。ともかく昨日の詳しい状況を聞きたいわ。昨夜その場に当のハンナはいなかったのね。いたら気づくに決まってんだろ。でもそれって証明できないですよね。見落としたのかもしれませんし、もしかしたら隠れていたのかもしれませんよ。それなら後でこっそり自殺した線も追えますよね。もしくは3人が口裏を合わせているとか。うちら3人が共犯だってのか。ふざけてんじゃねえぞ。可能性の話ですってば。怒っちゃダメですよ。こいつ。ともかくそうして魔法の実験を終えて扉を開けた時、部屋の前に看守がいたの。なんかされるかと思ったけど、特に何もされずに部屋出たら鍵かけてどっか行ったよ。重要なのは昨日の晩何があったかだよね。あの部屋がどんな状況だったのか証明できそうなものはあるかな。昨日の晩、私はアリサちゃんとココちゃんに協力してもらって魔法私は無理やりうちらってその結果ハンナちゃんが死んでしまった。きっと呪いが呪いなんてそんなもん。ともかく昨日の詳しさくその場に当のハンナはいなかったのね。いたら気づくに決まってんだろ。でもそれって証明できないですよね。もしかしたら隠れていたのかもしれませんよ。それなら後でこっそり自殺した線も追えますよね。もしくは3人が口裏を合わせているとか。ちょっと待った待ってセリーちゃん、昨日の夜あの部屋には誰もいなかったはずだよ。そうなんですか？それを証明する証拠は
これだよ。それってカーシュさんに取り付けられていたカメラですか？牧長の話では昨晩のカメラの映像に怪しいものは映っていない。そうだよね、牧長。ええ、もちろんです。それって信用できるのか？信用できないなら映像を見せてもらおうよ。問題ないよね。ねえ、まあそれぐらいは。あれ、私がやるんですか？おめえ以外に誰がやんだよ。はあ、データをサーバーから取り出すの面倒なんですけどね。ではしばらくお待ちください。さて、昨夜の映像をコピーしてきました。映像を見るのも時間がかかりますしね。簡単に印刷してきましたので、こちらをどうぞ。見てください。部屋の中にはハンナさんの死体はもちろんロープもありませんよ。つまり昨夜この部屋に鍵をかけられた時、当のハンナは中にいなかったということが証明されたということね。でもそれってどういうこと？密室殺人。いえ、これはもう不可能犯罪ですね。昨日の晩から誰もサラマンダーの間には入ることができなかった。でも朝扉を開けるとそこにはハンナちゃんの死体があった。これは一体。でも一つだけ分かったことがあるわ。え？当のハンナが死んだのは夜間。これは確定したはずよ。なぜなら昨晩の時点で彼女の死体は部屋になかった。つまりハンナさんは夜の間に死んで、どうにかして密室の中に入り込んだってことですよね。そういや、夜に大きな音を聞いたな。ちょっと寝つきが悪くてな、外を歩いてたんだ。あら、規則違反よ。ああ、現行犯じゃねえんだからいいだろ。時効だ、時効。半日も経ってないけどいいのかな。牧長は特に気にしてないみたい。まあナノカちゃんもここにいるし、今は裁判優先なのかな。音は2回のタイミングで聞いた。1時に1回、2時に何度か。どっちも外で聞こえた音だ。何それ、録音とかしてねえの？してるわけねえだろ。さっかいな。んだとてめえ。まあまあ、ここに来て新しい証言が出たんです。その音が何だったのか、みんなで意見をすり合わせてみましょう。最初の音は夜の1時だったな。ちょうどスマホで時間を確認した時だったから間違いないと思う。1時に何かの破裂音、もしくは爆発音みたいな、爆竹とかそういうのに近い音が1回した。どこからした音とかはわからないんですか？確か倉庫の方だった気がするな。確証はねえけど。もう一つの音は夜の2時ぐらいだったと思う。こっちは説明するのが難しい音だったな。爆発って感じじゃなかったが、あまり間を置かず 2,3 回何度かしたと思う。直下型の地震でも起こったのかしらね。現場では部屋の中の家具が倒れてたりしたし。ああ、そんな感じが近いかな。ただ揺れた感じはしなかったけどな。地震なんてあったらもっとみんな気づいてると思うけど、勘違いだったんじゃね？ああ、なわけねえだろ。うちの勘違いだった証拠でもあんのか。アリサちゃんの聞いた音、どっちの音もその正体はわからないみたい。でも音に限って言うなら、片方の音だけでもこれまでの議論で何か特定できるような情報はなかったかな。最初の音は夜の1時だったな。ちょうどスマホで時間1時に何かの破裂音、もしくは爆発音、爆竹とかそういうのに近い音が1回した。ちょっと待った。
の音って爆竹の音じゃないと思うんだ。はあ、そりゃうちも夜中に爆竹の音なんて聞こえるわけねえと思ってるけど。エマちゃん、何かそれを証明できるものはあるのかしら。一時に倉庫の方からした破裂音が爆竹の音じゃないという証拠。それは夜中に鳴った破裂音。それってつまり銃声だったんじゃないかな。銃声？確かに銃の音なら違和感はない音だったな。破裂音なんてそうそうあるものでもないですしね。そして音がした方向、倉庫には銃が発砲された痕跡があったんだ。この銃を撃ったのはもちろんなのかちゃん、君だよね。ええ、そうね。銃を夜中になんで撃ったんだろう。おめえまさかまた誰か。別に隠すつもりはなかったの。ただ誰が襲ってきたのか見極めたくてね。襲ってきた？クロエ、おめえが襲われたってのか？ええ、何者かが闇に紛れて倉庫を漁ってたの。私はそれに気づいて起きたんだけど、向こうに気づかれてしまってね。そして相手はこちらに襲いかかってきた。だから反撃をしたの。それだけよ。この事件には何も関係ない。ほんと？なんかやましいことでも隠してんじゃねえの？そんなことありません。なのかさんは本当のことを言ってますよ。あら、シェリーちゃん、何か知ってるのかしら。もちろんです。襲ったの私ですかは？